おはようございます。加藤です。これがですね、ジョホールバルのセントラル駅なんですけれども、向こう側が南でしてシンガポールです。ちょっと今見えないですけど、すぐそこがもう海でしてね、もう本当、向こうの方に見えてるマンション群はシンガポールっていう、もう国境のエリアですね。で、ここから、シャトルでですね、電車が出てまして、このジョホールバルのセントラル駅からシンガポールまで、5分ぐらいの電車が出てます。ウッドランズ駅っていうのがあるんですけれども、そこまで5分かけて行って、マレーシアとシンガポールを渡るという感じになりますね。いやー、ラオスのビエンチャンから鉄道でずっと南下してきましたけれども、18日目にしてようやく、鉄道が通ってるという意味では最南端のシンガポールまで、これで向かいたいと思います。最後まで間が抜けてるなと思っちゃったんですけど、僕は間違えてバス乗り場に来ちゃいました。なんかウッドランズ行きって書いてある、道案内をたどってずっと歩いてきたら、マレーシア側のですね、イミグレがあって、そこを通過した先に電車乗り場があると思ったらなくてですね、バス乗り場しかなくて、なんか、ちょっとよくわかんなかったですね。それで、ですね、バスに乗りたいんだけど、戻っていいみたいな話聞いたら、いや、あなたもうイミグレをもう一度出てしまってるから、ダメですと。イミグレ出たからには一度シンガポールまで行って、どうしても電車に乗りたかったら、シンガポールからもう一回戻ってきて、それで電車に乗り直せって言われてですね、さすがにそんなバカなことはしてらんないなと思ったんで、このままもうバスで、シンガポール向かおうと思います。最後の最後、残り5分だけバスの移動になっちゃいましたね。しかし、どのバス乗ればいいかわかんないんで、案内の人に聞いたら、バスのドライバーにどこで降りるか聞けって言われまして、なんかバスマップみたいのってないんですね。今シンガポールのイミグレを越えまして、シンガポール側に着きました。ですね、イミグレ通過するときにやっぱシンガポール側はなんか厳重ですね。このカバンバッグ通したら、タイで買った、ワインとか持ってきた酒のお土産が X 線で見つかりまして、追加で税金を2、30ドル、シンガポールドルで払いました。別になんかでも追徴課税みたいなのはなかったですけどね。いいんですけど。税金から逃れることは当然ながらできませんでした。いやでもそれにしても、着きました。ビエンチャンからですね、2100キロぐらいかな、南下して、ずっと陸路を南下して、ついにシンガポールまで着きました。ここは、ウッドランズっていうところです。ウッドランズチェックポイントって呼ばれるところですね。シンガポールの一番北の場所になります。いやー、着いた。あっち側海ですけど、あれもしかしたらマレーシアかもしれないですね。いやー、でもラオスからシンガポールまで陸路で来る旅。楽しかったですね。マレー半島を縦断して、ついにシンガポールまでやってきました。さて、じゃあこれからシンガポールで泊まる、オーチャードっていう結構、一番多分有名な通り、銀座みたいな通りありますけど、あそこの近くのシェラトンを取ったんで、そっちの方に行きたいと思います。いやー、シンガポール着きました。シェラトンタワーズシンガポールってやつですね。シェラトンの中でもタワーのやつで21階建てなんですけど、最上階の部屋を取ってくれてました。
そこら辺がオーチャードですね。銀座みたいな一番の繁華街です。やっぱシンガポール来ると一気に都会ですね。よいしょ。こんな感じですね。すごいシンプルな部屋ですけれども、これで3万7千ぐらいかなしますね。やっぱシンガポールに来ると物価もあっという間に変わります。あと思ったんですけど、このホテル着いたら日本人いっぱいいて、やっぱシンガポール来るといきなり日本人増えますね。いや、それにしても、お腹減った。朝から何も食べてないんで、なんか軽く食べます。シェラトンのタワーはあっちの方に歩いて5、6分ぐらいですかね。ここが一番有名な銀座みたいな目抜き通り、オーチャードストリートですね。もうなんか、ちょっとラオスとかから来ると、シンガポール改めて大都会だなと思っちゃいます。ちなみにあれ伊勢丹ですね。この中にですね、ファイブガイズっていうめちゃくちゃ有名なハンバーガー屋さん、アメリカですごく人気なハンバーガー屋さんがありまして、それを食べてみたくてちょっと行ってみようと思います。昨日もハンバーガー食ったじゃねえかって感じですけど、ファイブガイズってまだ日本来てないんですよね。だからちょっと海外じゃないと食べられないんで、初めてなんでそれをちょっと食べてみます。いやー、すっごいゴールでした。やっぱ赤道の近くまで来てるなって感じですね。いや、スコールがすごかった。オーチャードでファイブガイズこれ買って帰ってくる途中ですっごい雨降っちゃってぐっちゃぐちゃになりました。傘持ってたんでよかったですけどね。いや、すごい。どうしよっかな。ちょっとブラブラしたかったんですけど、なかなかそんな感じにはなれないですね。ちなみに買ってまいりました。よいしょ。おお、やば、めっちゃアメリカンチック。いいですね。ダブルチーズバーガーのビッグパテです。めっちゃもうチーズ溢れてるな、ここまで。やばいやばいやばい。よいしょ。おー、すごい。見えますかね。よいしょ。こんな感じです。すごいなアメリカのバーガーって感じですね。よいしょ。でもこれ驚いたことにですね、これ全部で35シンガポールドル、4000円ですね。高いと思って。すごい。すごい。パテが3重になってます。めっちゃうまい。もうちょっと小さめの頼むと10ドルぐらい安くなるんですけど、僕2年前も仕事でシンガポール来てたんですけど、2年前はここまでじゃなかったですけどね。しかしこれパッとやんでくれりゃいいんですけどね。なんかどうだろうな、すごい勢いで降ってます。つまりは今日はあんまりマリオットのランクが高い人は泊まってないのかもしれないですね。普通に予約したのに一番トップの角部屋を開けてくれてました。はい。とりあえず18日目でようやくビエンチャンからシンガポールまで陸路でたどり着きました。フラナカンミュージアムってとこに来ました。2年ぐらい前に初めてシンガポールのフラナカン建築とかフラナカン様式とかそういうものに出会って、今回もペナンとかそういうところで見てきたんですけど、なんかすごく興味を持っちゃってですね、シンガポールにはなんかこのプラナカンのミュージアムがあるということでちょっと入ってみます。
なんか生演奏やっててすごい賑やかですね。あー、面白い。南アジアやアラビア、ヨーロッパ、それから中国からいろんなところ集まってきた文化ですってやってますね。なんかパッと見ただけでもあれですね。やっぱシンガポールのミュージアム、いきなり洗練されますね。マレーシアとかタイから来るとちょっと全然違うなぁと思ったら何の反応もしない。あ、違うわ。これすごいですね。手をかざすと反応するんですね。あ、なるほど。すごい。これなかなか面白い。へえ。なんだろう、コロナになったからこういう風にしたのかな。へえ。なんだ。へえ、やっぱり面白いですね、こういうの。あ、陶磁器のコーナーがありますね。綺麗だな。プラナカンというとやっぱあの緑がすごく特徴だと思うんですけど、このピンク色のもすごく綺麗ですね。すごく綺麗。いや本当に独特ですよね。ニョニャウェアと書いてあります。ニョニャ、料理のニョニャと一緒ですね。綺麗だな。めちゃくちゃ綺麗ですね。バティックっていう民族の服の展示をしているんですけれども、すごい綺麗です。鮮やかですね。小規模のミュージアムですね。じっくり見ても1時間ぐらいで見れちゃう感じです。でもやっぱこの国というかこの場所独特のミュージアムだからいいですね。まあ時間があれば来てみるのすごいおすすめでございます。